はい、はじめまして皆さんこんにちは。2パック大好き E パックです。100万円の A3 セダンを買ってみたということで、誤解がないように言いますと、車両本体は100万円で、諸経費は23万円です。合計で123万円の車両を購入いたしました。この動画を見れば、A3 の外装内装、走行、それぞれいい点と悪い点、個人的な感想を伝えていきたいと思います。A3 に興味ある方や購入を検討されている方などを参考にしていただけるかと思います。また A3 を所有している方も共感していただけたら嬉しく思います。それから私のチャンネルでは過去の動画にもハイエース版と軽版とミニの整備や改造動画を投稿していますので、興味のある方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。また、いいねやコメントをいただけたら嬉しく思いますので、今後の動画の投稿にも励みになりますので、よろしくお願いいたします。それでは A3 を購入したいきさつからお伝えしていこうと思います。A3 セダンをガリバーさんで購入した売買契約書がこちらになりますけど、年式は2014年の A3 セダンで、型は 8V になります。マイナーチェンジ前ですね。そしてこの車は年式の割には走行距離が3万3000キロしか走っていなくて、程度はすごく良好だったので購入に踏み切りました。輸入中古車はリセールバリューが悪いため、5、6年落ちになりますと中古車相場がかなり安くなりますね。私が 4、5年前に近くのディーラーへ行って、この A3 セダンを新車で購入しようと思い見積もりしていただいたんですけど、総額で450万の見積もりでした。 1400cc の割にはめちゃめちゃ高いなと思いまして、輸入中古車はリセールバリューが悪いのを知っていたため、5年値が下がるのを待ちました。2020年の6月にこの車が納車されて、現在2020年12月なんですけど、約6ヶ月間経ちました。普段息子が乗っているので、6ヶ月間乗ってみて良かった点、悪かった点、感想を聞いてみます。それでは外装から聞いてみたいと思います。こんにちは。まずこの車両の説明ですが、決めた理由は2016年安全評価において、米国 IIHS 保険協会で最高評価2016トップセーフティーピックを受賞しているんですね。事故った時にも車自体もそこまでへこまないし、守られるというかいいと思います。映画でジェイソン・ステイサムが出てる映画でトランスポーター見て、小さい時にそれからずっとアウディ欲しいなって考えて、A8 なんか高いですしお金もかかりますので、20歳でも買える A3 を購入しました。じゃあそれでは外装の方を紹介していきます。大きさはとてもコンパクトで扱いやすいっていうのが特徴的です。ホイールが、205の 55R16 になってます。これ純正です。ボディもこの方から流線的な形になって、なんかスポーティー感かつ高級感があるんじゃないかなと思います。後ろの方なんですけど、セダンなんでトランクになってるんで、ここ見てもらうと分かるんですけど、ダックテールみたいな感じになってて、そこもチャームポイントじゃないかなって思いますね。セダンが好きな方には割とおすすめです。 A3 なので S と違ってマフラー片側2本出しなんですよね。なぜ100万台で A3 が買えたかというと、左のフェンダーを前のオーナーがぶつけてしまってるんです。ただフェンダーの交換だけでフレームや足回りなどの交換は一切なかったので、修復歴はなしになってます。小傷なんかはありますが、交換しているところはここだけで、評価点は5だったので程度がいい車です。フェンダーはプレスラインがくぼんだ形状になってるんですよね。なんで僕的にはもうちょい出してほしかったなっていうのは思います。それではエンジンルームの方を紹介します。 1400cc 直3ターボコンパクトカーになるんですが、とても財布に優しい車となっております。燃費はだいたい15から20ぐらい、街乗りだと15から20ぐらいで、遠出高速乗ったりすると23ぐらいになりますね。割といい方です。1400cc なので税金も安くなりますよね。走りに関しては走行動画でお伝えいたします。それでは内装の方を紹介していきたいと思います。こ
ちらが内装になりますが、形的には洗練された形になっており、デザインもシンプルになってますね。高さ調整は全部手動です。ここで高さ調整をして、ダイヤル式で座席を倒したり上げたりできるんですね。で、引くところはここで引けるので、そう変わりはないですが、ただ手動っていうのはめんどくさいです。シートグレードによって違うんですが、革じゃなくて布なんですね。後部座席はちょっと狭めですね。充電器させますし、後ろは真ん中が開けれるんですよね。ここに収納できる箱みたいなのがあって、で、ドリンクホルダーもあります。レバーあるじゃないですか。ここを引ってもらうと、ここ開くんですよね。僕釣りなんかたまに行くので、ここに竿を乗っけて乗せることができます。ここだけじゃなく、こちらも倒せますし、あちらも倒すことができるので、セダンだからといって物が乗らないわけではない。今倒している状態ですが、倒さなくても割と荷物は乗りますし、倒した状態だともっと荷物乗ります。ただスポーツバッグよりは物が入れにくいかなっていうのは思いますね。レザーじゃないのでスポーティー路線なんじゃないかなって個人的には思いますね。いや、乗った感想はあまり狭さを感じません。足の長い方だとここまで下がることができるので、広範囲の方が乗れるんじゃないかな。この車は通勤や遊びで使っているんですが、長距離を運転する時に疲れたりそういうことがないので、しっかりホールディングされててとてもいい車だと思います。自分は身長170センチなんですが、シートを一番下まで下げているんですが、拳2個分ぐらい開くことになるんで、本当に乗りやすいです。後部座席の広さについて伝えていきます。後部座席はだいたい膝元拳2個分入るかなぐらいで、頭の高さは拳1個分です。広々と乗れるわけじゃないので、3人乗る場合はここが出ているので、大人2人分と子供1人分になるんじゃないかなと思います。3人大人が乗るってなるとちょっと窮屈かなと思います。まずはエアコンから紹介していきます。エアコンここから出るんですけど、部分的に出したくないエアコンがあったらこのようにオフにすることができるんです。で、ここでオンっていう風に調整ができます。アイドリングストップのキャンセラーで、ここは、バックミラー、ハザードとトラクションコントロールをオンボタンとナビの開閉です。で、ここでエアコンの調整ができます。オートがあるので自動的にやってくれるですし、ここでオフ、オン、風力調整でエアコンとなっております。ステアリングなんですけど、ここにパドルシフトがあります。アウディは輸入車なのでウインカーがこっち側にあります。ワイパーはここです。ここにライト機能があるんですけど、今オフになってます。オートは自動でライトをつけたり消したりしてくれる機能です。リングの説明をします。ここ音楽の調整が聞けれます。で、音声入力やナビ、そしてこれはいろんな使い用途があります。例えば曲を再生したり、何かここで、操作するときに決定ボタンを押したり、こちらを押すと、モニターの方がこのように電話、Bluetooth、車のドア、車の走行への状態、方位実施なんかができます。今方のシフトレバーだとなんか四角形で電車で GO みたいな形になってるんですけど、僕は丸の方が好きですね。ナビの紹介をしていきたいと思います。では、ナビはポップアップ式なので、こちらのボタンを押しても出てきますし、こちらのボタンを押せば、閉じることができます。ナビ自体の操作方法なんですけど、タッチパネルではありません。開いた時に
名称を調べるときなんかはこちらで入力していただく。ここにタッチパネルがあるのでこのように書いて、なんていう風にやるんですが、とても扱いづらいのであまりおすすめはできません。ここが気に入らない点です。ここ見ていただくと分かるんですが、ここでナビを開き、ここで電話を置きます。そしてここでラジオでメディアは Bluetooth ビデオなんか見れたりします。でこちらメニューを押していただくとトーンやラジオ、メディア、ナビゲーション、そして電話も操作できますし、アウディの情報や車の状態、そしてアウディ5年へ接続するとオンラインの検索ができます。さっきも説明しましたが、タッチパネルではないのでこちらだけの操作になってしまうのでやりにくいです。はい、それでは走行動画の方に移りたいと思います。最初に運転した第一印象はサイズ感がちょうどいいですね。幅は 1.8 メーターで3ナンバー枠なんですが、ホイールベースが短いため小回りがよく感じがします。全長が 4.47 メートルで車庫入れや縦列駐車がしやすいです。初心者や女性の方にも運転しやすそうですね。ですがドアミラーが小さいため視認性がちょっと悪いですね。それから左側後方のピラーがあるんですけど、そのピラーが少し太くて視覚の確認がしづらいです。そこは慣れたら何とも思わなくなるでしょうね。走りに関しては走る、曲がる、止まるのうち曲がるに関しては微妙なステアリング操作でもドライバーが意図する方向にしっかり曲がってくれます。ワインディングやカーブなどの挙動でもロールすることなく、よれることもなく、ボディ剛性と足回りはとてもいいです。さすがドイツ車だなと思います。安心感がありますよね。走ることに関してなんですけど、アウディの日本仕様はオートマしかなくてミッションはマニュアルがないんですよね。マニュアルの仕様がないのは寂しいですね。今からパドルシフトを使って高回転域までフルスロットルで走ってみます。低回転域は若干もたつきます。中回転域から伸びてきて高回転域になるとリミッターが効いてレッドゾーン手前ぐらいで回転数が伸びにくくなります。シフトダウンは回転域が合わないとシフトチェンジしてくれません。エンブレもちょっと効きにくいなっていう感じです。フットブレーキのブレーキングも可もなく不可もなくという感じですね。日本の道路を走るには十分な加速性能だと思います。また運転していてすごく楽しい車だなと思います。ドライブに行きたくなるような車ですね。やっぱり走っている姿とてもかっこいいですね。息子が半年間乗ってましたけど、私もたまにこの車は乗っていて、私個人的な感想はいい車だなと思います。コスパに優れていますね。これからこのアウディ A3 セダンも整備や改造動画を投稿していきますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。